こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。3月になりましたね。少しずつ暖かくなってきました。この時期は卒業や進学、新生活の準備をしている人や、今まさに頑張っていることがある人、あと少しの人もいらっしゃるかと思います。春は新しいスタートの季節でもありますが、肩の力を抜いてほっと一息つく時期でもあると思うので、今回は春の訪れとともにおすすめしたい心が軽くなる本を5冊紹介していきます。まず1冊目は寺地春菜さんの水を縫う。先月購入して読み終わりました。暖かくもすがすがしく、凛と前を向けるような気持ちにさせてくれる本でした。家族の距離感や男らしさ、女らしさについても描かれていて、それが世間一般の普通と違えば変だと揶揄される、そんな経験がある人をそっと肯定してくれるような本でした。葛藤や不安や後悔といった心情も丁寧に描かれているんですが、文章が硬くないので、読んでいてその人物の温かな人柄も見えてきて、心が軽くなりました。あらすじを紹介します。高校1年生の松岡清澄は、幼い頃に父と母が離婚し、祖母と母と、そして結婚を控えた姉の美代との4人暮らし。学校で手芸好きをからかわれ、周囲から浮いている清澄は、可愛いものや華やかな場が苦手な姉のためにウェディングドレスを手作りすると宣言する。世の中の普通を踏み越えていくすがすがしい家族小説となっています。この作品は全6章からなっていて、主人公の清澄をはじめ、子供に失敗してほしくないと願う母親や、怖さを隠して自分を武装してきた姉、発せられた言葉に傷つきながらもその痛みを押しとどめてきた祖母など、年齢や性別、立場の異なる5人の語り手による物語となっています。それぞれの抱えている思いが切実に綴られていて、読み手の立場や世代によって印象に残る場面も変わってくるかもしれません。男の子だったらスポーツしてほしいなとか、母親だったら子供の持ち物は手作りでしょうとか、若くないのにそんなことするなんてとか、そういう男女の考え方や普通はというのは抑圧にもなってしまうと思うんですよね。もっと言われてしまうかもしれないし、変だとみんなが離れていってしまうかもしれないと、気にする必要はないと頭では分かっていても、どこかで抑制がかかってしまうんだろうなと感じています。だからこそ作中の清澄が誰に分かってもらえなくても、否定されても好きなことをやめないという姿がとても眩しかったです。そしてそんな清澄の姿を見て、家族が少しずつ自分と自分の好きなものと向き合って心が軽くなっていく姿にも解放されていくようなすがすがしさを感じました。私は作中にある祖母の失敗する権利があるという言葉が印象に残っています。悔しい思いをすることも傷つくこともあるけど、それは人生の失敗となるのかと自分を振り返ってもみました。そこから学びもあるだろうし、経験してみて良かったこともあるかもしれない。それを失敗だったともし言えるとしたら、それは自分だけだと思うんです。
性別やその人の好きなもの、怖いと思っていることなどを普通とかそんなことという物差しだけで判断することがないような人でありたいなと改めて感じました。この本は好きなことを大切にしたい人や自分らしく生きたい人、自分を押しとどめてしまっているなと感じている人におすすめしたい一冊です。2冊目は上田健二さんの銀座四方堂文房具店。こちらは文庫本で全4巻のシリーズ作品です。シリーズを通して銀座にある文房具店四方堂を舞台に悩みを抱えた人たちが温かな店主の言葉と文房具に触れてじんわりと解きほぐされていく物語です。それぞれ5人の物語からなる短編集で何巻目から読んでも楽しめるんですが、前作に出ている主人公が登場していたりするのでシリーズで読むという楽しみもあります。ただ1から読んでもいいし、4巻から読んで前の巻に戻ってもいいかなとも思います。この作品は各章に文房具のタイトルがついていて、両親の代わりに育ててくれた祖母がくれた万年筆や、人生の支えになっていたシステム手帳、一人前になるために必死に書き留めてきたメモパッド、日頃の思いを伝えるための便箋など、主人公の思い出の品だったり、これからを歩んでいくきっかけとなる文房具との物語が描かれています。自分と重ね合わせながら一つ一つの贈り物に込められた思いや大切に使ってきたものへの思いに温かな気持ちになります。文房具についても詳しく紹介してあって、型番とかも書いてあるのでついつい調べながら読めました。いいなって思ったり、これ使ってるっていうのも結構登場していて、文房具好きさんもね、楽しい本ではないかと思います。実は私も最近使い始めたツバメノートとロディアのメモパッドはこの作品にも載っているんです。もうこういうのはね、すぐいいなって欲しくなっちゃうんですよね。ついつい買ってしまいました。そして私はこの本をきっかけに母にお手紙も出しました。季節をモチーフにしたカード型だったり、和紙の便箋だったり、喜んでくれるかなと思いながら選ぶのも楽しかったですし、なかなか口に出して言えないようなこともお手紙にすると素直に気持ちを伝えられるなと思って、いい機会をもらいました。作中にはボールペンやノートなど頻繁に使うものから、便箋や万年筆、名刺など入学祝いや就職祝いなどお祝いで送ったり、自分用に準備したいものまで様々な文房具が登場しています。たまにワークショップが開催されていて、3巻目にはブックカバーのワークショップがあるんですが、こういうのもね、参加してみたいなと思って、もう文房具屋さんに行きたくなりますね。私の初めてのブックカバーは母が刺繍をつけて作ってくれた布製のブックカバーでした。もう10年以上は使っていて、ボロボロになって手放してしまったんですが、自分だけの刺繍がついていて、持ち歩くのも本を読むのも楽しみだったのを覚えています。この本はこういう読むごとに何かのきっかけになったり、文房具を通して送ってくれた人との思い出や使い始めた頃の気持ちを振り返ったりと、忘れていたような大切なことも思い出させてくれる本です。
これから卒業や新しい生活が始まる方も多いと思います。大切な人への贈り物やなりたい自分への思いを込めて文房具を選んだり、思いを伝えたい人へのお手紙を書くきっかけを作ってくれる一冊にもなるのではないかなと思います。ぜひ気になった方は手に取ってみてください。3冊目は原田みずきさんのやがて訪れる春のために。この本は季節を感じながら春を迎える暖かさと主人公の成長を見守る暖かさがある本です。この時期にぴったりだなと思って今回選びました。季節の花々が彩る庭を舞台に描く家族と庭の再生物語です。あらすじを紹介します。主人公のマメは就職するも希望した部署ではなく落ち込むんですが、カフェを開きたいという夢を気持ちの支えにこれまでやってきました。しかしある出来事をきっかけに仕事を辞め、カフェ開業も諦めかけています。そんな中、認知症の祖母の様子を見てきてほしいと母に頼まれ、祖母の家を訪れます。かつてたくさんの草花で素敵なお庭を育てていた祖母でしたが、そこに広がっていたのは荒れた庭でした。一体祖母に何があったのか、庭を再生させようとするマメは、様々な謎や困難に直面しつつも、幼なじみたちの力を借りながら奮闘していく、そんな物語となっています。物語の中で、マメは庭の再生を進めるうちに、祖母が庭に込めていた思いや家族との思い出に触れていくんですね。次第に祖母は認知症が進み、記憶が少しずつ薄れていくんです。認知症の家族に対する心情や認知症になった本人の心情というのが少し辛いところもあって、断片的に思い出す記憶や本当のことなのか妄想なのか、このわからない記憶というのがね、時に家族の溝となっていくんですね。私は高校生の頃に父方の祖母が認知症だったんですが、私はそれまで祖父とは疎遠だったにもかかわらず、祖父の父に対する疑いとか記憶がないところを見ると辛いなぁと感じていたことを今でも覚えています。この本からは記憶が失われていく切なさと、それでも確かにある家族への愛情が伝わってきます。そしてこのマメは庭を再生していく中で植物のお手入れをしたり、祖母や家族との関わりも増えて、自分の進むべき道をだんだんと見つけていきます。この物語は季節が巡って植物がゆっくりと芽を出すように、豆もまたゆっくりと少しずつ成長していきます。大きなことから始めようとするととっても大変なんですが、今の自分にできることから少しずつゆっくりとやっていけば、いつか必ず芽が出る、そう教えてくれる本です。4冊目は伊吹ゆきさんの雲を紡ぐ。以前伊吹さんの犬がいた季節もご紹介しましたね。こちらはその前に読んでいた好きな作品です。2021年には第8回高校生直木賞を受賞されています。糸を紡いで織り、幾重にも織り合わせて綺麗な色と丈夫な毛織物を作る、切れてもまたつなぐ、そんなホームスパンと家族との関係が温かに描かれています。この作品は自分の中で
まだ大丈夫、我慢できると自分の心を削っている人にぜひ読んでほしい作品です。あらすじを紹介します。いじめが原因で学校に行けなくなった高校2年生のミオの唯一の心の拠り所は、祖父母がくれた赤いホームスパンのショール。ところがこのショールをめぐって母と口論になり、父とは心の距離が空き、ミオは岩手県盛岡市の祖父のもとへと行ってしまう。ミオは祖父と共に働くことで職人たちの思いの尊さを知る。羊毛を手仕事で染め紡ぎ織り上げられた時を超えるホームスパンをめぐる親子3代の心の糸の物語となっています。このミオの母親は教師でして、自分にも他人にも厳しい人で、誰かに甘えることが嫌なんですね。だからこそ学校に行きたがらないミオが嫌なことからただ逃げているだけのように見えて、苛立ってついきつい言葉を投げてしまうんです。だけどその言葉の裏には実は彼女なりの思いが隠されているんですね。祖父はミオが唯一素直になれる人で物静かな人なんですが、とても穏やかで優しくて、それでいて職人の厳しさも持った人なんですね。そんな祖父もまた息子であるミオの父親と確執があって、物語の中ではその背景が少しずつ明らかになっていきます。この親子であってもなかなか思いが伝わらないもどかしさというのはありますよね。親子3代がすれ違いながらも切れた糸を少しずつ紡ぎ、時間をかけて行動を通してお互いに理解しようとしている姿にじんわりと心が温まります。ホームスパンの技術はただ糸を紡いで布を織るというだけではなくて、人の思いや時間を織り込んでいくもの。ミオがその作業を通して自分自身の傷ついた心を少しずつ追っていくという過程がとても丁寧に描かれています。生きることは紡ぐことという、そんなテーマが静かでそれでいて力強く物語全体に流れているのではないかなと思います。ぜひ生きづらさを感じている人やものづくりが好きな人、静かで温かい物語が好きな人におすすめしたい一冊です。5冊目は伊坂幸太郎さんのガソリン生活。この本は伊坂幸太郎さんの作品の中でも私のお気に入りでして、心がもう軽く楽しくなれる本なので今回選びました。ミステリーなんですが、伊坂幸太郎さんらしくユニークな設定とテンポの良さに心が躍ります。今回は家族のお話なんですね。私は伊坂さんが描く家族が好きです。ドジだったり切れ者だったり、それぞれ個性的なんですが、でもそのそれぞれが家族の中でその役割だからこそ逆に一つになっているんですね。物語は望月家長男の義雄と弟の徹が愛車の緑色のデミを、通称緑デミに乗りドライブをしているところから始まります。車内ではこの望月家の会話やこの物語の主役でもある車同士の会話が繰り広げられていて、すごく楽しいんです。彼らはある日突然車に乗ってきた有名人の不可解な事件に巻き込まれて、物語は思わぬ方向へと転がっていきます。このストーリーは望月家の愛車である緑デミが家族と一緒に過ごす日常を中心に進んでいくんですが、
なんせ車目線での会話も見れるので、お隣さんの車との会話を楽しんでいたり、いつも見かける車にあだ名をつけていたり、事故や車検を恐れていたりと、クスッとさせられる愛らしさがあるんですね。この望月家の兄弟はデコボココンビで、どこまでも善人の兄と小学生のものすごくキレる弟とのやりとりも面白いですし、愛車のね、家族への愛も可愛らしくて温かでユーモラスな語りがこの作品全体を包んでいます。ですが、この望月家が巻き込まれる事件は、善良な人にも一見穏やかに見える日常にも悪が潜んでるということをね、気づかせてくれるんですね。物語の中だけのこととは言い切れないような、実は身近で危険にさらされているんだなと感じさせられたりもするんです。そしてこの悪に誠実さと家族の信頼で立ち向かっている望月家の皆さんの姿が面白いのに元気と勇気をもらえるんです。そしてこのエピローグがまたもう幸せな気持ちでいっぱいになります。ぜひ家族小説が好きな人や、もう楽しくて心が軽やかになる本を読みたい人におすすめの作品です。伊坂さんの家族小説にオーファーザーという作品があるんですが、こちらも私の大好きな作品でして、ちょっとだけ紹介したいと思います。一人の高校生の息子に父親が4人いて、この父親4人組が賭博好き、女好き、博学博識、スポーツ万能という、個性が溢れすぎている父親たちなんですね。で、息子が巻き込まれるいくつもの事件にこの父親たちが立ち上がるんですが、その一つ一つがつながった時、この小説のもう面白さがね、頂点に達するんです。ぜひこちらも家族小説として合わせておすすめしたい作品です。今回は春に読みたい心が軽くなる小説を5冊紹介しました。気になった方はぜひ手に取ってみてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週も良い読書時間をお過ごしください。